こんにちは、こぐめありです。今回はこちらのイラストの作業風景を白紙から完成まで何を考えて描いていたかを解説します。技術的なお話は少ないですが、何かの参考になれば幸いです。普段は小さいキャンバスに複数ラフを描いてその中から選ぶのですが、今回は描きたいポーズがすでに決まっていたので、事前にそのポーズを自撮りしたものを資料に描いています。絵の練習のために苦手な首から肩のつながりを強調した構図にしました。ちなみに資料はこんな感じで表示しています。キャラクターデザインも事前に用意しています。今回はこのキャラクターを紹介する絵にしたかったため、本当は涼しげな色の服を着せたいところを我慢して、ピンク、この子はピンクですという強い心で服も背景もピンクにしました。次描くときは普通に水色とか着せるかもしれません。最初は素直な顔にしていたのですが、つまらないのでキャラクター性が出るような顔にします。悪い子にはならないように、でもちょっと癖のある感じを目指しました。肌が寂しかったのでほくろを描き入れました。これだけでのっぺりとした空間が締まった感じになるのではないでしょうか。ほくろ余白で検索すると、実際のメイクで効果的に使われている様子がいっぱい出てくるので、見てみると面白いと思います。ここでラフが大まかにできたので寝ます。寝る前にフォロワーゼロの鍵垢に現時点でのラフを投げておきます。もともとヘッダーとかに使えるように横長で映える構図を目指していたのですが、 SNS に入るのは正方形かなとなり、両方試しています。一応3分割線とかでいい感じになるように切り抜いています。おはようございます。今回は全体的にとにかく整合性を取ることを目標にしています。この下の出し方は現実じゃ厳しいことに気がついたので、自分で試してみて自撮りしたものを参考に修正します。オタクの顔面を見ながら描くのは辛いですが、必要なので仕方ないです。線画に入ります。最初に大まかな形をとってからブラシサイズを下げてディティールを詰めることが多いです。線画のペンはいつも気分で変えるのですが、今回はきっぱりとしたかったためカブラペンにしました。多分初期ツールのデフォルト設定です。筆圧によって細くなりすぎないのが気に入っています。いつもは回転縮小反転で描きやすい角度で描くのですが、今回は録画をしているため最低限にしています。座骨や服のシワなど塗りの時だけに使う目安用の線は下書きレイヤーボタンを押して水色にします。全体を見ながら形だけ大まかにとって拡大して線を修正しています。今回は試しに線画をつなげすぎないようにしてみましたが、私には向いてなかったので次からはちゃんと線をつなげます。目の塗りです。今回は勉強のためにいろんな方の目の塗りを参考にしました。最近はシンプルな塗りが上手くなりたいなと試行錯誤しています。ごちゃごちゃした塗りは以前解説した動画があるのでそちらをご覧ください。ここのまつげに乗っている色は黒目の色を透かせているライブ 2D 作品を見て、なるほど論理的となり取り入れてみました。普段黒一色でしか描いてなかったまつげもこんなに描き込むところがあるんだと目から鱗でした。何においても自分は今何の線を描いているんだろうと疑問に持つことは大事です。光源が分かりやすいため紙から塗りますが、ラフの通りにやろうとしてもうまくいかないので何度もやり直しています。最終的に光源を意識して光の色を当てていくやり方にしました。顔を強調したかったので光源は正面です。基本的に影は2色で、薄い色で立体感を、濃い色でメリハリをつけています。隣り合った部分の明暗に差をつけるとぼんやりしづらいです。正直髪の塗りはめちゃくちゃ悩んでいるので、解説はもう少し塗り方が安定したら考えます。薄い影ののっぺりしている部分に水色を足しています。この色は後で変えるので適当です。
さっきの水色のレイヤーの不透明度を保護して自作の虹色グラデーションでベヤッとカラフルにします。なんとか見栄えが良くなりました。肌の塗りです。事前の自撮りと水色のガイド線を参考にしながら、まずはしっかりと肉感を出して塗っています。塗る水ブラシが優秀すぎて簡単に塗れます。リアルすぎて浮いているので後で削りますが、これは予定通りです。小技ポイントです。コントロールキーを押しながら紙の塗りのベースレイヤーのサムネイルをクリックして選択範囲を取ります。肌のレイヤーに移り新規レイヤーをクリッピング。コントロールプラス F で影色を塗りつぶします。その塗りつぶしたところを歪みツールで移動させると簡単に落ち影ができます。便利なのでお試しください。ここでさっき言った肌の影を紙の塗りに合うように削ってパキッとさせる作業をしました。最近はぼかしをなるべく使わないでアニメ塗りのように陰影を選ぶ練習のつもりでもいます。服です。透け感を出したかったので背景のピンクに寄った影色を選んで光を削っています。どのパーツもだいたい影と同じように2色の影で塗っています。紙と同じように薄い影ののっぺりしたところに薄い色を足します。後でいくらでも調節ができるので、ここでは彩度が低くて色相を変えた色くらいで選んでいます。これは奥でクシュッとなっているイメージでディティールを足しましたね。ここからは全体を見ながら加筆していきます。このためにどのパーツも塗りは8割ぐらいで止めていました。視線が集まる顔付近とそれ以外の外側で情報量を調節できるといいですね。髪の毛に落ち影を足しています。メリハリがつきました。服の塗りレイヤーの選択範囲を取ってちょっと拡大。線画の上にクリッピングからの塗りつぶしで服の線画の色を変えています。上のレイヤーで細い髪の毛を足します。手間ですが、この細い毛にも縁取るように線画を描くと繊細さが増すことに気がつきました。好きな作業です。髪のアクセントの黄緑を服にも足して統一感を出しています。キャラクター全体を選択してほんの少し拡大。黒で塗りつぶしてキャラクターを縁取りました。こうすることで背景からキャラクターが引き立ちます。一番上に黒で塗りつぶした色相レイヤーを作り、グレースケールで明暗のバランスを見ます。特に顔周りなど視線を集めたい部分の明暗を強くするためにオーバーレイレイヤーを作り、黒で暗く、白で明るくしていきます。元の色も見ながらエアブラシで少しずつ調節します。背景にハーフトーンを作りました。作り方です。ハーフトーンを作りたい範囲を塗りつぶし、レイヤープロパティのトーンボタンを押します。ガウスぼかしで好きな範囲になるようにぼかします。トーン整数を下げると粒が粗くなって、レイヤーの不透明度を下げると粒が小さくなります。追加で書き込むこともできます。いい感じになったら、上にレイヤーを作ってクリッピング。塗りつぶせば好きな色にできます。素材を乗せるだけでいい感じになりました。ありがとう素材を配布してくれる方。背景の調節です。いい感じになるようにお祈りします。トリミング用の枠も一緒に調節します。
キャラクターのレイヤーだけをコピー、結合して、歪みツールで調整します。最初のラフも見比べながら、いいところを寄せていきます。これで完成です。と思いきや、今回は急いでいないので寝ます。当然、鍵垢にと起こします。おはようございます。調節しました。ここからは録画がないので、比較しながら目立つところを解説します。顔が中心に近くなるよう、切り抜き位置を調整しました。服の胸の影の部分が切れてしまい、のっぺりしているので、歪みツールで画面内に収まるよう引っ張り上げました。両手の大きさが違うように感じたので、これも歪みツールで修正。このボタンで拡大、このボタンで縮小できるので、髪の毛や顔が歪まないように気をつけて、軽くポンと押します。あとは些細な過失なので割愛します。これで本当に完成です。制作時間は、12時間かかってます。今回は自分の勉強用も兼ねているので、まあいっかとしていますが、本当はさすがにもっと早く描きたいですね、これぐらいなら。これで解説を終わります。今後もイラスト制作に役立つ動画を作りたいと思っているので、よろしければチャンネル登録と X のフォローをお願いいたします。またお会いしましょう。